どこどこだとしても入らん。いやー、動画っすか？動画です。イエーイI was a diamond in the rough. They said what we had wasn't enough. They said there was no more room for us. But now we're here about to tear it up. I was a diamond in the rough. They said what we had wasn't enough. They said there was no more room for us. But now we're here about to tear it up. そもそも SNS が復旧して Twitter もすごい盛んになり、いろんな情報ができて、いろんな車が見て、すごい車とか有名車とかいろんなこうつながりができて、もうすごい人にこうアクセスというか連絡が取れたりとかアクションも取れたりコメントも入れたりとかつながりが持てるっていう環境になり、こうまあ若い年齢とか、まあ、自分が何よりも嬉しいっていうのは、まあ、自分専門が出て専門に出て実際にこう付き合いがあるっていうのはやっぱり学校に通っててない人はないけど1個下2個下3個下とかギリギリ直接関わりがあった人とかはやっぱつながりあるけど、もうそれ以上にさらにその下その下その下、もう今じゃ一周回ってるぐらいそれぞれの代というか若いやつらにこう知られてたりとかで付き合い持ってて興味持ってくれたりとか。もう、まあ、何よりも興味持ってくれて知られてるっていうのはすげえ嬉しいですよね。やっぱりもう見た目で体だけでもいいんですけど、この車憧れてますとかこういう風にしたいですとかドリフトしたいですとかいう風にこれをきっかけに何かこうアクションというか何かを目指すきっかけだったり、中学生とか高校生だった頃に俺のツイッターを見てて実際車を持って会いに来てくれるみたいな、実際会いたいんですみたいなアクションになって、そういう風になってくれた時は一番嬉しいですよね。やっぱりそうやって見てくれてて昔から見てましたみたいな。初のエンディングをニュートラックにしてそう引っかかるまでも極力そういう出会いとか連絡とかくれたらもう常に時間を作ろうかなっていう時間を作ってあげるってことをもう何年9年10年ぐらいずっと昔から後輩とかも若いやつが結構好きなんで出会いは大切にしてたりしますね。素晴らしいです自分のこと知らなくてもきっかけ、俺の車見てみたいとか会ってみたいとか言われたら興味あるんだったらっていうので近くだったら会いに行ってあげたりとか、そういうアドバイスとか、まあ、本当に家の近くとか近所の子だったらわざわざ時間を作って、まあ、自分は温泉が好きなんでじゃあ一緒に温泉行こうかみたいな、そういうことを何年もやって多分もう何人ぐらいだろうね、100人ぐらい行くんじゃないかな普通にそんぐらいの人と普通にそうやっていきなり始めた後も温泉行くぐらいで、そこで語ってお互いの意見を聞いて実際に知ってもらってさらにこう興味を持ってもらうみたいな、そうやってお互い分かったらさらに、まあ、俺も観察してあげて成長を見てあげるみたいな、結構それもいっぱいいるけど適当にしないで一人一人でちゃんと観察してる、それを今だからできること、SNS をうまく活用してるっていうのはでかいですね。 SNS を見てると常にこう日頃やってることとか方向性とか考え方とかいろいろ悩んでたりとかいい方向にしたりとかそういうの結構見れるんで、それで結構こういい方向に行ったりとかアクションをしたりとかした時にまたこう時間を作ってあげてこう変わったねみたいなっていうことは結構してるんで、長い付き合いある人はもう昔からすっげえあるんで、まあ、そういうのが楽しいっていうのもありますよね。そういう時間を飯行ったりとかちょっとじゃあどっか行くかみたいないう時間を作ってあげたりとか並べたりとか今知ってもらえて自分も嬉しいし、
さらにまあそこからのつながりが増えるっていう、やっぱ人のつながりが大切なんで、自分もそうやって走りたいと思ってたから、実際にそうやって免許持って同車とか好きな車乗ってできるようになって一緒に並べられたらいいねみたいな。車好きとしてこうコミュニケーションだったり、まあ、お互い楽しくやっていくっていう意味もあるし、長くやるっていう、長くやっていく、長く楽しく、ただ自分のなんていうのかな、自分の同い年の世代だけでやってるとやっぱりこういなくなっちゃったりとか、環境の変化で車を降りるとか普通の車になっちゃったりとか、それでやっぱ自分だけやってるとつまらなくてやめちゃうみたいな人がやっぱ多かったんで、そういうのをやっぱ見てるとそれは嫌なんで、どんなところにどんな年になってもどんなとこ行ってもこう自分知ってる人がいてくれたりとか、いろいろなんだろうな、知らない人っていうか、そういう機会が作れるっていうのかな、集まりだったりとか壮行会だったりとか、いろいろそういうところにじゃあ何々で行くからってみんなでそれで来てくれるみたいな、知ってる人が増えればそれだけ楽しみも増えるんで、そういうのをめちゃくちゃ大切にしてますね。車に没頭し始めて、中学高校専門就職してまでずっと車に没頭してて、もうぶっちゃけ普通に1回も付き合ったことないみたいな、本当に一度もないみたいな、嘘じゃなくて、もう趣味の時間と自分の時間を優先というか、なんか余計なことを考えるというよりもやりたいことやるみたいな、そういう女性とも付き合って趣味もやって両立してとかでギクシャクするのが嫌だから、もう考えないで好きなことやるみたいな、好きなことやる主義みたいないう完全に俺はそういう人で、今の嫁とは初めての付き合い、女性の付き合いみたいな感じなんですよね。だから周りとかもう本当に俺が付き合い始めるっていう風に教えた時にはもう周りがびっくりしすぎて、もうびっくり仰天みたいな感じでっていう始まり。印象はちょっと LINE で連絡を取ってて、その時から結構自分のこの意思をしっかり持ってる人だなっていうのは思ってて、もう魅力って言ったらいいのかあれですけど、周りの人から本当に信頼されてるなっていう、なんかもう一人一人に対してすごいこう一生懸命なんですよね。例えば誰かが助けてほしいって言ったら何してもすぐ飛んでいくし、電話とかももうずっとこう相手が何ていうんですかね、納得いくまでちゃんとこう話
話を聞いてあげるとか、私はそういうことがやっぱり何時でもいつでもすぐに行くっていうことが私はちょっとできない人なので、そういうのは本当にすごいなって、その人のためにこう動くっていうのはすごいタカちゃんにしかないっていうか魅力だなと思いますね。付き合って1年目ぐらいはもうほぼほぼ喧嘩みたいな、幸せって何ですかみたいな、むしろなんで今結婚できたのかぐらいぶつかりまくって意味も分からずこんな車横乗ってくれて、でもずっと横に乗ってもう不満を言ったことがないんですよね。一回不満を言ったことなくて、逆にもうドライブ行きたいみたいな、横乗りがしたいみたいな、そういう点で文句言われないのはすげえ幸せだったかな。で夜あんまり夜出るってやつじゃなかったけど、俺が夜こう連れ出すっていう風になって毎回夜ドライブ行きたいみたいないう風になって2人で行って、俺の仲間とこう仲間っていうかつながりができて、輪が増えたっていう風に最初はやっぱ輪を作ろうとしなかった人だったんで、そこでこう自分の世界でさらにこう輪を広げてくれてっていう、自分のいいところをうまく使ったっていうか、そういうところを頑張ってこようみたいなのもあったんですけど、なんかこの集まり自体も何これみたいな感じだったんですよ。こう行って何すんのみたいな、で知り合いもいないし誰もタカちゃんしか知らないから、私何してればいいのみたいな感じで結構揉めたんですよね。これ何してればいいのかね、すごいつまんないんだけどみたいな感じだったんですよ。で本当は行きたくないみたいな時期も結構あったけど、でも一緒にいたいから、やっぱ付き合ったばかりで一緒にいたいし会いたいからついていくみたいな、そういう感じのを続けてたら、だんだんとこう知り合いがやっぱ増えてきて、あこんにちはこんにちはみたいな言い合うようになってきて、なんか楽しくなりますね。逆にみんなに、車が見たいっていうよりもみんなに会いたいから行くみたいな。横乗って、でなぜかマニュアルが乗りたいってなって、でいきなりマニュアルを取り直して、マニュアル取るんだったらなぜか K が嫌だみたいな、 K でも何でもいいじゃんって言ったんですけど、スポーツカーがいいみたいな。車見たり、あとはイニシャル D ですね。一番はイニシャル D の影響を私はちょっと受けたかなって思って、車全然好きじゃなくてもやっぱ見てて面白かったんで、それで86が出てきて、でなんかスポーツカーに乗ってみたいってなったんですよ。86がいいみたいな、いきなり FT86 がいいってどっからそんなの知ったんだみたいな、イニシャル D とかを結構一緒に見たりとか、でも結局イニシャル D 見たとしても面白いとことを言うと、車のシーンとか面白いのに車のとこ興味ないから寝てたりして、恋愛のとこだけ見てるみたいなっていう感じだったんで、本当に車好きじゃないっていうのは分かってたんですけどそういうのもあり、でも86とかいうのを知って自分で86を買いに行くことになって、中古車探しに行って、でそれで通勤するっていう、もう最初はもう本当にもう喧嘩しまくりですよね。すでにもうマニュアルもうんともすんともわけも分からず始まったんで、もううまく乗れないだろうなんだろうビービー言ってそれなりに乗れるようになってからもビー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 ってぶつかりみたいな、結局もう普通の車乗ってほしいわっていうぐらいだったんですけど、でも普通には乗れるようになって、結局86は車検切れるまで乗って、でもやっぱり車が好きっていうわけじゃないから、こうなんだろうね、普段こうドライブ行きたいなとか走りたいなみたいないう欲はやっぱないんで、俺の横にしか乗んないから、普通の車乗った方がいいんじゃないって絶対合ってるよっていう気使う方がやっぱりでかすぎちゃって、それの意識が高すぎちゃって、それぐらいの意識がこうやっぱ疲れちゃうぐらいだったら普通の乗った方がいいよって聞いていく、今は普通の K 乗ってるんですけど、最初は乗れなくて納車日に一緒に来てくれたんですけど一緒に帰る時に私も乗れないけど、2台じゃないと無理だから1人でマニュアル運転したんですよ。そしたらなんか知らないけど急に立中ですかね、坂があるところにわざと多分行って、でわざとこう
切り替えとかできないし、坂道どうにやるか分かんない中、なんか急に止まったんですよ、その坂道の途中で。で私も止まるからあってブレーキ踏むじゃないですか。そうでエンストしちゃったのかな、そこでエンストしちゃって、でその坂道発進が本当できなかったから、もう全然できなくて、しかもブーンって一人で先に行っちゃって、でできない、どうしようどうしようってやってたら、後ろからなんかやからみたいな人がペペペペペって来ちゃって、もうやばいやばいってもう泣きながら号泣しながらバーンって登ってたんですけど、そしたらなんか上でもうこれが乗り越えられれば大丈夫だよって号泣みたいな。でもそれ以上に怖いことはなかったですね。本当にもうそれが一番の難関だったんで、そういうふうにいきなりね、興味がないのにそうやってやるっていうのはすげえかなっていう。いきなり買っていきなり86乗っていきなりマニュアル乗るっていう、マニュアルに興味が出て、別に興味持ってって言ったわけじゃないのにそういうふうになったのは、影響を受けて、少しそういう世界に踏み込んで結構理解するようになったので、そういうところに関してはすごい嬉しいかなっていう、自分にそういうドリドリだったりとか、いろんなところについてきたりとか、サーキット連れてきたりとか、そういうところに嫌がらず、あとなんかこう横に乗って集まりとか行くと、最初はもうやっぱりブースか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 言って、なんかよく横に乗って出てこないみたいな、俺そういうのが嫌なんで、そういうのがあるとやっぱり自分の仲間とかそういう人に失礼だしみたいな、そういう彼女は嫌だったんで、だったら来なくていい、でも行きたいみたいな、これといたいみたいな、だったらじゃあそういう風に慣れていこうよみたいな、車が好きじゃなくても別になんとかなるよっていうのはアドバイスして、少しずつそういう環境に慣れてって楽しみ方を知って一緒に楽しめるようになったのはすごいでかいかなっていう、今につながって今の仲間とかいろんな仲間とかで今はもうママ友だったりとか車からのつながりねとかでいい方向に行ったんで、すげえ嬉しいですね。自分もやりやすくなったんでっていうのがありますね。そうですね、一つだけ本当にお互いの好きな趣味は温泉です。温泉が大好きで、温泉も私はもうその辺の温泉で全然十分なんですけど、タカちゃんの場合はもう本当に山の奥にあるような温泉、人が入っていいのみたいな温泉に行くのが好きで、そうですで山ね、運転するのは嫌じゃないですか。私なんかも嫌なんですよ。だからそういうところは全然行かなかったけど、運転全然嫌いじゃないし、むしろ山好きだから、そう、一応できる。そうです連れてってもらって、だからそういうところにもタカちゃんがいなかったら行けなかった。今まで長く自分のやりたいように車やってきて、いろんな人見ていろんな影響を受けて、ここまで環境が整ってこんなにこの14ここまで完成したのはやっぱり仲間だったりつながりだったりとか、そういう人たちがいるおかげだったりっていうのは絶対にあるんで、そうやっぱりこの車自体は7月、今年の7月で車検が切れちゃうんですよね。切れちゃって、なんかそこで降りるみたいな、もう降りるからもう終わりなんですねみたいな風に思ってる人もいると思うんですけど、降りるわけないからね降りるわけがないんですよ。売る気もないし俺の中で完成っていうのはないんですよね、車は。なんかやっぱタカちゃんに会わなかったら知り合えなかった人たちっていうのがいっぱいいて、でなんかそれにはもう本当に感謝していて、そういう今までこう数人は仲いいみたいな人はいたけど、やっぱりそこまでこう深く関われてる人ってこの人生の中でいなかったので、タカちゃんに出会えて、一人の女性なんですけどその女性とすごく仲良くなれて、もう何でも話せる仲になれて、そういう人に出会えたってことはすごい感謝してますかね。多分会わなかったら一生出会うことのない人だったと思うので、そこはもう本当にありがとうございますっていう気持ちでいっぱいです。
す。